こんにちは、こんばんは。ココアットチャンネルへようこそ。私のホームページには本当に毎日たくさんのメールが寄せられるんですね。お仕事のメールも含めて、講演会の打ち合わせのメールも含めて、中には応援メッセージとかご意見ご感想とかご相談とか、ありとあらゆるメールが毎日寄せられるんですけれども、スタッフが私の言葉を代弁してなるべくお返事するようにはしていますが、重なる時とか多い時はなかなかお返事ができないのが現状です。この話題はみんなで取り上げた方がいいかなっていう話題は、これからもココアートチャンネルで取り上げようかなと思っています。そんな中、私は作品を個展で発表する以外に講演活動もしてるんですけれども、私は専門家でも何でもないので、 LGBT の講演を引き受けする時は私の体験談しかお話しできませんけれども、それでよろしいですかっていう時にお引き受けするようにしてるんですね。専門的な話題とかガイドラインを話してくださいっていう場合は丁重に辞退するようにしています。なぜなら私は NPO の団体でもないし、専門家でもないし、もちろん医者でもないので、専門的な話はなかなか難しいので、私は自分の体験を話してくださいというご依頼だけ引き受けるようにしています。年々講演会の依頼が増えるにつれ、ブログのコメントとかでも中にはとても厳しいようなきついコメントもたまにいただきます。LGBT っていうのはセクシャルマイノリティを一緒くたにしたみたいな言葉ですごく乱暴じゃないですかとか、性同性障害と同性愛の人を一緒にするのはどうですかとか、そういうコメントとかメッセージをいただくんですけれども、私はセクシャルマイノリティ、性別のことで悩んできたものとして、何か今生きづらさを抱えている人たちの何かきっかけになればいいかなと思ってるんですね。専門的な話をするとか、ケアを求めるとか、権利を主張する、そういうことじゃなくて、こういう人間が世の中にはいるんですよって、遠い話じゃなくって、もしかしたら隣にいるかもしれないんですよっていう、何かそういうきっかけになればいいなという思いで講演会をするようにしています。そんな中で今日はセクシャルマイノリティの当事者の方からご相談というか問題提起のメッセージをいただいたんですね。ホームページの方にぜひ動画で取り上げていただきたいですということだったんですけれども、その前にこのココアートチャンネルで LGBT のことを話してなかったなと思ったので、今日はこの動画を撮っています。この動画をご覧になっている方でももしかして知らない方もいるんじゃないかなということで、このまま2本の動画を撮ろうと思ってるんですけれども、当事者さんからのお悩みは次回答えるという形で、今日はその前に LGBT って何なのかっていうことをほんの少しだけお話ししたいと思います。私の講演会でも LGBT のことを知ってますかっていうふうに手を挙げてもらうことがたまにあるんですけれども、未だにやっぱりこれだけテレビで話題にはなっている言葉ですが、 LGBT のこと全く知らないですっていう人が半数以上の時もあれば、もう会場のほとんどの人が LGBT のこと何も知らないですっていう場合もあるんですね。この言葉はアメリカから生まれた言葉だと思うんですけれども、まず LGBT何の言葉かしらって、もう全く知らない人にとったら想像もつかないような、そんな言葉かもしれません。自分たちが知ってるからそれが当たり前になってきてはいるんですけれども、 L レズビアン、女性として女性に恋愛感情がある人のこと。 G ゲイ、男性として男性に恋愛感情を持っている、そういう人のことをゲイ、この頭文字の G です。 B バイセクシャル、どちらにも恋愛感情がある人のことをバイセクシャルと言います。そして T トランスジェンダーとかトランスセクシャルの頭文字、それぞれの頭文字を取って LGBT と言います。これが LGBT の大まかな言葉です。最近では LGBTQ とも言うそうです。この Q というのはクエスチョニングといって、曖昧なところで悩んでる人とか、まだ自分が何者なのかちょっとわからないクエスチョンな人のことを、最近ではこの Q も加わるようになったようです。もう本当に私でも全然わからないようなぐらいいろいろな言葉が日々生まれ続けています。 LGBTQ に関してはもう本当にもっともっとすごい複雑な意味があるので、私がここで説明してしまって間違ったことを伝えてはダメなので、よかったら下の概要欄に LGBT に関するリンクを貼っておきますので、よかったらご覧ください。異性愛だけではなくて同性愛とか両性愛とか全性愛なんていう言葉もあります。もう本当に挙げたらキリがないくらい、いろんなところで性別のことで悩みを抱えている人は本当にたくさんいます。そして忘れてはいけないのが、無性愛とか非性愛とか性文化疾患という言葉もあります。
私もまだまだ勉強不足ですので、詳しいことは下の説明欄にリンクを貼っておきます。無性愛というのは他者に対して恋愛感情も性欲も抱かない人のこと。一方、非性愛というのはどちらかに恋愛感情を抱くものの性欲を持たない人のこと。そして性分化疾患というのは自身の体もしくは染色体に両方の性別を持って生まれた人のこと。また自身の身体に性別をはっきり認識しているもののジェンダーアイデンティティと身体的性別が一致しない状態で性同一性障害とは異なる症状となっています。その他60もの症候群や疾患などを総称して性分化疾患というそうです。ここでなかなか細かく説明することは難しいので、下の説明欄にリンクを貼っておきます。ぜひそちらをご覧ください。もうこれだけを見ただけでも性別を男性と女性だけにくくるのってもう難しいんではないでしょうか。もう訳がわからないってなりますよね。そういう時っていろんな人がいていいんだよって、世の中みんな違うんだよ、性別も性格も考え方も思考も全部違うんだよって、同じ人は一人もいないっていう風に受け止めることができれば、別に新しい言葉が出てきても多分受け入れることができると思うんです。言葉とか法律とかってどんどん変わっていくけれども、人の心がいろんな多様性を受け止められるようになれば、そういう言葉が生まれてこようが法律が変わろうが、どんな人と出会おうが対応できるような気がするんです。私は講演会の時も言うようにしてるんですけれども、100人いたら100通りの性別があると思ってるんですね。100通りの悩みがある、そんな風に伝えるようにしてるんです。性別の中でもそうですし、いろんなことでも多様性が考えられる、そんな時代になってきてると思います。本当に私のホームページにも絵描きなのになんで講演活動をするんですかとか、 LGBT というふうに何か性同一性障害とか同性愛を一緒くたにしてものを考えるのはダメなんじゃないかとか、いろいろなご意見が届いているのも私知っています。でも私の友達ではゲイの子もいますし、バイセクシャルの子もいます、レズビアンの子もいます、トランスジェンダーの子もいます。私のお客様にも本当にたくさんの人がいて、毎日セクシャルマイノリティの方からいろいろな悩みの相談が寄せられるんですね。なので私はどうしても何かを排除するとか一つに固執してお話しするよりも、世の中にはセクシャルマイノリティと言われる人々がいるんだって、受け入れる受け入れないではなく実際現実に存在してるんだって、だからみんながいていいんだよって、同じ人は一人もいないんだよっていう大きな人権としてのくくりで講演をするようにしています。 LGBT それぞれに対するケアも違いますし、それぞれの見解も多分違うとは思います。当事者さんそれぞれによっても違うと思います。でも私は苦しんでる人がそれぞれにいるんだったら、何か私がそのきっかけになるんだったら声を出していこう、そんな風に思っています。なんか1回の動画では全然語り尽くせないんですけれども、またこの話題もこのココアートチャンネルでおいおい少しずついろんな話ができたらいいなって思っています。皆さんからのご意見やご感想、動画で取り上げてほしいことがあったら YouTube、ブログのコメント欄もしくはホームページまでお寄せください。コメント欄に書きにくいよっていうことがあればホームページでも受け付けています。ぜひお寄せください。はい、というわけで今日は LGBT って一体何なのかっていう一番最初のことをお話ししました。 LGBT っていうのはそれぞれの頭文字だったんです。本当に多種多様いろいろあります。性別に限らず世の中には本当にいろいろな人がいます。それでいいんです。みんなが生きられるそんな世の中になったらいいなって思います。一人も同じ人がいないけどみんな同じ命なんです。誰にも迷惑をかけていない、罪も犯していないのに生きづらさを抱えている人がこの世の中にはまだたくさんいます。私はこれからも本当に微力ですけれども声を出し続けたいと思います。次回は当事者さんからいただいた悩みを考えようと思います。このまま次の撮影に挑みます。よかったら次回も見てください。それではまた。ココアートチャンネル。今日はちょっと長い動画になってしまいました。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録がまだの皆さんは、ぜひ画面のチャンネル登録ボタン、または下の説明欄にリンクを貼っておきます。それではまた次のココアートチャンネルでお会いしましょう。